はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ウェルネスオーバー50リカです。皆さん、若く見られたいですよね。ずっと若々しくいたいですよね。いつもね、サプリメント、化粧品なんかこだわって使ってるよなんてね、そういうアンチエイジングのものたくさん出ております。そういうものでね、補いきれない、限界がありますよね。ということで今日は若さについて、実は毎日の立ち方、歩き方、言葉遣い、表情なんかでね、若さの見え方っていうのは大きく左右されます。そういうことも含めて今日はお話ししていきたいと思いますので、ぜひ最後まで聞いていってください。まずね、なんで年齢より老けて見えるのかっていうことなんですけれども、いつも年齢よりも老けて見られちゃうとかね、若く見られる方っていうのはね、結構分かれてくるかなと思います。なぜ年齢より老けて見えちゃうのか。1、姿勢の衰え。老化すると筋力が低下してきます。特にね、腹筋、あと背筋なんかね、ちゃんと筋トレをしている人でもね、やっぱりちょっとたるんできたりとか衰えてきたりとかしてしまいます。そうすると背中が丸くなって姿勢をね、保つことが難しくなっちゃうんですよね。猫背になったり、そうするとやっぱり腰にね、痛みが出てきたりとか、その痛みが出てくるとそれをカバーしてまた違うところがねに負担がいってしまう。やっぱりどんどんね、姿勢が崩れていってしまいます。そうするとね、どうしても年齢よりも老けて見える、衰えて見えてしまいます。あとは所作の衰え、関節の可動域が狭くなってしまうということで、動きがぎこちなくなってしまう。私もちょっとリウマチ持ちなので、手首とかのね、関節がちょっと固まってきてしまってるんですね。なのでそういうのをかばって動いていると、どうしてもね、動きがぎこちなく衰えて見えてしまいます。あとは髪の毛や肌の質感の衰え。老化するとコラーゲンの生成が遅くなってしまうので、髪の毛の張りや肌の弾力なんかがね、どんどん失われていってしまいます。ほんと赤ちゃんの肌なんてね、もうもっちもちのピッチピチでね、本当に私たちもこんなんだったのっていう、そこからね、今の段階までね、ちょっとしぼんできてしまっていますけれども、そういうのはね、やっぱり年齢とともに変化していきます。さっきのね、髪の毛や肌の質感の劣化と同じような感じで、骨密度の低下による顔の輪郭ですとか、歯のね、強度にもね、影響が出てきます。歯の健康っていうのはね、本当にね、ただただ噛むのに苦労するとかね、そういう風なだけではないんですね。やっぱりね、土台ですのでね、そういうところが衰えてしまうと、どんどん他の部分のね、歪みにつながっていってしまいます。これらが加齢だけではなく、日々の習慣の積み重ねが大きく関係してきます。そう、老け見えの原因はね、毎日の姿勢の癖、動きのパターン、食生活や生活習慣なんかね、本当に薬や化粧品、サプリメントだけでは根本的な改善は難しいです。ではどうしたら若く見られるか、若くなれるのかということですけれども、まずね、日常的な動作どうなってるかなっていうのをね、振り返ってみましょう。家でね、座っている時、あと通勤で座っている時、仕事中座っている時、どんな姿勢で座ってるのかなっていうのを考えてみましょう。猫背になってパソコン作業前かがみになって、どうしてもね、こういう感じで縮こまってしまいますよね。そうするとやっぱりここの筋肉がね、萎縮して肩が巻き肩になって、背中が猫背になって、首がね前に出てストレートネックになりがちです。そうすると本当にね、腰痛とか本当に座骨神経痛ですとかね、悪い方に行ってしまうのでね、パソコン作業する時もね、こうならずにちょっとね、胸をパソコン画面にね見せるような感じで作業をしてみましょう。あとはね、ちょっとだけスマホを見るときですとか、何かね iPad ですとかパソコンで作業するときも、その画面を見る、その画面をちょっと上目にしてね、視線が下にいかないように
こう上にしながらこう作業をする、そういう風にしてみるとね、ちょっとだけ姿勢の改善にもねなります。あとはちゃんと骨盤をしっかりと立てた状態で、骨盤をね後傾しないようにこうスッ立てた状態で、そこに体の重心、肩をね乗せる、それで胸を上げるみたいなね、そういう感じですごく姿勢のいい状態をねキープしながらこう仕事してみましょう。ちょっとね人から見るとね、どうしちゃったのってもしかしたら思われるかもしれませんけれども、やっぱりねそういうねちょっとした姿が綺麗な人っていうのはね、やっぱり若々しさ出てきます。あと立ち方、立つ時にねこう片方にこう重心をかけてしまったりとかしてると、それだけでねそのちょっとした1日10分もしないようなその姿勢も毎日毎日の積み重ねでね、そっち側に筋肉が偏ってしまいます。そうすると私とかもね、多分こっちとこっち顔のこう左右差とかね、肩の左右差とかね、そういうのが出てきてしまいます。体の歪みっていうのがやっぱりちょっとね年齢を感じさせるようになってしまったりとか、それがまたさらに姿勢、立ち方、そういうものにね悪い影響を与えてしまいますので、重心を片方だけにして立たないとかね、そういう感じで気をつけてみましょう。あとはね、立ってる時も猫背にならないでね、スッと胸をこう上にねスッと上げて、骨盤をかかとにしっかり乗せるような感じでね、猫背にならず、猫背はダメです。お腹にね軽く力を入れて立っていると、本当にねそれだけでもエクササイズになりますのでね、こうお腹の力を抜かない、お腹にスッと力を入れてね体を支えるようにしましょう。歩き方もね本当にかかとをずるずるとね引きずって聞いてください。自分のかかとの音、歩く音がズズズズってね、かかと引っ張ってないかなって、かかとを引っ張って歩くっていうことがね本当にだらしなく見えますので、しっかりとねかかとから着地してつま先で蹴って体をこう前にね進ませる。もうそれだけでもね足全体結構使っておりますので、ヒップアップとかねしていきます。本当にねただ歩くだけもねかなりいいエクササイズになりますので、そういうね正しい歩き方で10分歩くだけでもね本当に全然変わってきます。あんまり腕をこうやって振って歩く人はいませんけれども、軽くね自然な感じでこう手を振ってしっかり上半身もね使うようにして歩いてみましょう。あと言葉遣いが汚い人っていうのはあんまりね大人として見苦しいというかね、しっかりした喋り方でハキハキと喋る私もね人のことあんまり言えないんですけれども、しっかりとねもう正しい日本語であんまりね汚い言葉を使わない。言葉っていうのは本当にね言霊ですので、汚い言葉を誰かにね投げかければそれがそのまま返ってきますのでね、そういう汚い言葉を使うと自分自身がやっぱり汚れていきますという意味でもね、正しい綺麗な言葉遣い、しっかりとした話し方でね優しいトーンで話しましょう。あと表情ね、いつも鏡なんか見てられないよっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、私はね家の玄関に鍵を置く場所があるんですけれども、そこにちっちゃい鏡がついててね、いつも出ていく時にそれで自分の顔をね外に出れるような顔になってるのかなっていうのをねちょっと確認してから出るようにします。そしてそれね鏡見た時にって今日も可愛いよって、今日も元気だねって自分自身でね言ってあげると本当にねそうなります。不思議なんですけど、もう私今日も可愛い、頑張れる、そうやって話しかけてあげるとそうなるんですよ、不思議と。そういう風にもう自分でね自分に暗示をかけてあげましょう。そうすることで今日も一日ね生き生きと元気に出かけられますので、笑顔の練習、表情の作り方、あんまりね眉間にシワ寄せてはーってなってるよりは、スッとねここの眉間のシワを取って笑ってね行くぞと言ってあげてください。そうすることでね
その気持ちが周りの方たちにもね、いい印象を与えてね、幸せをお裾分けしてあげられるようになりますので、そうなるとね、さっきの言霊もそうですけれども、いい印象をね、自分が放ってると、それがね、自分に返ってきますのでね、ぜひぜひ周りにね、幸せを振りまきましょう。あとはね、食生活もだいぶ関係してくると思います。筋肉やね、骨密度が衰えてくるっていうことをお話ししたんですけれども、そういうものをね、補う栄養素をね、しっかり毎日摂るっていうことも大事になります。発酵食品とかね、良質なタンパク質、そういうのをね、進んで摂るようにして、新鮮な野菜とかでね、ビタミンを摂る。あとはね、過剰に甘いものを食べるとか、本当にね、甘いものは老化にすごく悪いので、糖化してしまいますのでね、余分な糖と油を摂取しないようにね、日頃から心がけるようにしましょう。あとね、心と体っていうかね、心の持ちようと外見っていうのもね、非常に関係してきます。やっぱりちょっと嫌なことがあってね、気持ちが沈んでいる時なんかは、背中がやっぱり丸まってね、自信なく下を向きがちっていうか、人とね、視線を合わせたくない、あんまりね、世間に自分の顔を晒したくないっていうかね、別に指名手配犯人とかじゃなくても、やっぱりね、あんまり人に見られたくないなっていう、そういうね、意識が働いてしまいます。あと声もちっちゃくなって、動きもね、緩慢になってしまいますよね。反対に自分にすごく自信がある、よし今日もやるぞ、今日もいい感じ、そうやって思えてる時っていうのは、胸がねふって自然にね上向きになるっていうかね、胸を開いて猫背にならずにね、人に対してオープンに、言葉もねやっぱり自信に満ちて、あと人にも優しい言葉をねかけてあげられる、そういう余裕が出てくると思います。本当に前向きな気持ちでいられると、そういう風にね、表情も柔らかく自信に満ちて、言葉も優しくなるっていうのはね、本当にね密接してますよね。今言ってきたね、若さっていうのは、体、習慣、心、この3つの層で成り立っていると言えると思います。体の状態がね、筋力や柔軟性、骨密度、肌やね、髪の毛の健康、日々の習慣で食事、運動、姿勢、所作なんかね、あとは心の在り方で考え方、言葉遣い、感情の持ち方なんかが関係してきます。私のチャンネルでもね、よく健康に関してとかね、生活習慣に関してとかね、食事とかそういう栄養素そういうものに関してもたくさんお話ししてきてるんですけれども、どうやってね心をじゃあ安定させるって言ったってね、いつも気持ちよくいさせられることなんてできないよって日々ストレスめっちゃ抱えて、もうイライラして生きてるよっていう方ね、そういう方もいると思います。日々ね、やっぱりね、いろんな忙しいこととかにね、問題とかそういうことにぶつかるとね、どうしても気持ちをねちょっと安定させてリラックスさせるっていうのはね、ちょっと難しいかもしれません。心を安定させるように、自分でねストレスを抜く習慣みたいなことをちょっとお伝えしたいと思います。ストレスに対しては呼吸っていうのがね、本当に大切になってきます。どうしてもね、緊張してる状態、イライラしてる状態になると、呼吸ってねめっちゃ浅くなっちゃうんですよ。なので深呼吸、簡単にね何回か深呼吸してみましょう。そうするとね、なんとなく体のね奥がスッと軽くなるような感じになります。難しいことはないのでね、本当にただ深呼吸3回ぐらいちょっとね、外の空気吸ってきますって言ってね、ちょっと外に出て深呼吸するだけでもちょっとリラックスできるかなと思います。あとね、スマホとかそういう画面からのねブルーライトっていうのもすごくねストレスになるし、やっぱり興奮状態にね脳がなってしまいます。なので少なくとも寝る前の1時間ぐらいはね、スマホとかそういうねテレビとかあんまり見ないようにして、チラチラチラってそういう光がね頭の脳内に残らないようにして寝ると、睡眠もねいい感じで取れるかなと思います。ストレスと睡眠っていうのもねすごく関係してきますので、そうやってちょっとだけでもね寝る前の
そのスマホの習慣っていうのを遠ざけることで良質な睡眠が取れるようになります。あとはね、ちょっとストレス抱えてきたなっていう時は、もうお風呂でねアロマ炊くですとか、寝る時にねちょっとしたリラックスのアロマ炊くですとか、香りでリラックスするっていうのもねすごくね効果があります。もちろんね血流を良くするっていうことでリラックス効果を得られるというのもあります。なのでね、やっぱ軽い運動習慣っていうのはね、本当にリラックスをすることにすごく関係してきます。痩せたい、ただそれだけではなくて、リラックスね、メンタル的にもすごく効果を発揮しますので、軽い運動、本当ストレッチなんかでね大丈夫ですので、そういうのをね毎日ちょっとでもやるようにしてね、筋肉をしっかり伸ばすと、気持ちの方もねなんとなく伸びるっていうかね、リラックスギュッてしてなくて、ちゃんとね伸びてくれるフレキシブルになる感じがしますのでね、ぜひぜひ運動習慣つけてみましょう。あとね、もう一つね、私前にチャット GPT の活用術みたいなね動画を上げたんですけれども、そういうのにねストレスのあったこととかをね書いてみたり、あとは感謝ノートみたいなね、今日あったいいことをねピックアップしてちょっと書いてみるとかね、自分の心の中を吐き出すことっていうのもねすごくリラックス、ストレス軽減に効果を発揮しますのでね、そういうのをねちょこちょこ書いてみる、自分の中の心に溜まったね毒みたいのを外に吐き出してみる、そういうのも習慣づけるといいかもしれません。はい、ということでね、今日お話しした若々しさについて、ただね顔とかねそういう体だけではなくて、立ち姿、姿勢、言葉遣い、心の在り方、いろいろね総合してやっぱりね人から出る若々しさ、エナジー、オーラみたいなのがね出てくると思います。今日お話ししたことはね誰にでもできる習慣です。もう今日からでもね始められます。ちょっとだけ気をつける、スマホ見てる時にちょっと猫背たなと思ったら、ちょっとスッとね肩をね下ろしてみるとか、足組んで座っちゃってるなと思ったらその足をね組まない、ちゃんとね両方きちんとね体重かけて座るですとかね、そういう本当にちょっとした気遣い、気づきからね日々の習慣をちょっとずつ変えていくことで、そういった若々しさみたいなものがね少しずつ出てくるかもしれません。もちろんねスキンケアとかサプリメントなんかもね大事にはなってくるとは思いますけれども、そういうものだけに頼らず、姿勢や所作、あとは心の持ち方なんかもね大事にこれからね生きていきましょう。そういったことをね取り入れることで、外側だけではなく中からもねにじみ出るような、背中で表せるような若々しさっていうのがね出てくると思います。このチャンネルでは私がね、健康とか、50代なりのね美しさ、そういったことに発信しているチャンネルになります。なのでね、このチャンネルヘアカットチャンネルじゃないの、このチャンネルってメイクアップのチャンネルじゃないのみたいなね戸惑われる方もいるかもしれません。最初はね結構エクササイズの動画とかをねたくさん出してたんですけれども、エクササイズだけでは得られないメイクアップですとかね、日々の習慣ですとか栄養学ですとかね、本当そういうことで50代以降の若さっていうのはね、保たれる、キープされると思うので、そういうのをね総合的に発信しているチャンネルになりますのでご理解ください。はい、ということでね、今日は外見だけではなくてね、姿勢や内面から出る若さについてお話ししていきました。ということでね、今日の動画が役に立ったなと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。気づいてない方もいらっしゃるかもしれませんが、動画のアップ時間をちょっと最近変えました。月曜日と金曜日の朝11時にね動画をアップしております。前はね夜アップしてたんですけれども、最近ねちょっと11時に変更しました。なのでね、ちょっと早いぞって気づいてる方ももしかしたらいるかもしれませんけれども、その辺ね楽しみにしていてください。
ということでまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。